親子揃って邪魔なんだよ。ちょっと私に任せて。あんたはどいてな。その時、なりふり構わず、目の前の命と向き合う母の背中を見て思った。俺は、この人の息子に生まれて本当によかった。母は、俺の憧れであり、目標、そして誇りだった。俺の名前は田淵誠。大学病院で医師として働く27歳だ。医師としてはまだまだ半人前で、未だに毎日が勉強の日々だ。俺には憧れとする人物が2人いて、1人は現在病院長としてこの病院を指揮している有馬先生だ。有馬先生との出会いは俺が小学生の時で、当時先生は俺の父の担当医だった。有馬先生はどこの病院にも手術を断られた父の手術をしてくれた唯一の医師だったのだ。結果、長くてもあと1年と言われていた父は、手術の成果もあってか、宣告された余命より2年も長く生きることができた。たった2年と思う人もいるかもしれない。だけど、その2年間は、俺たち家族にとってかけがえのない大切な2年間だった。私は田淵さんの生きる助けをしただけですよ。田淵さんが2年間頑張れたのは、それだけ田淵さんの生きたいという気持ちが強かったからです。あの時の有馬先生の言葉は、今でも俺の心の中に残っている。そしてもう一人の憧れの人は母だ。母は父の病気が発覚したのを機に仕事を辞め、父の看病に専念した。正直、目の前で愛する人が弱っていく姿を見るのは辛かったと思う。だけど、母が弱音を吐くことは決してなかった。一番辛いのはお父さん本人だから、誠はお父さんに笑顔を分けてあげるんだよ。そう言って、泣きそうになる俺を励ましてくれた母。そして、父の最後を見届けた母は、その後、女手一つで俺のことを育ててくれた。俺が小学校の卒業式で、いつか自分も母のような人になりたい、と発表した時は、涙を流して喜んでくれた。そして、いつからか俺は、医師になって病気の人たちに寄り添い、心の支えのような存在になりたいと思うようになっていた。俺が医師になりたいと言ったことに、母は全面的に協力してくれた。まず、一言で医師になりたいと言っても、その道のりは長く険しい。最初に問題となってくるのは、何と言っても金銭面だ。医大に通うとなると、現役で卒業するとしても、6年かかってしまう。正直、その頃の我が家は、そんなに裕福ではなかった。だから俺は、高校に入学すると、すぐにアルバイトを始めようと思っていた。しかし、母は激しくそれに反対。そんなことより、あんたにはしなくちゃいけないことがあるでしょ。お金のことは母さんに任せておけばいいの。そう言って、俺を机に向かわせた。そのおかげで、俺は高校の3年間、勉強に充てる時間に不自由することはなかった。また、ボランティア部に所属した俺は、活動の一環で小児病院や老人ホームを訪問することで、現場の雰囲気や人間関係の大切さを学んだ。そして、医大に現役合格を果たした俺は、医師免許を取得。2年の研修医期間を経て、今に至っている。正直、最愛の夫を亡くし、これまで子育てと仕事を両立してきた母の苦労は、並大抵のものではないと思う。おまけに、母は稼いだ金のほとんどを、俺の学費のために貯金してくれていた。だから、俺は今でも母には頭が上がらない。さて、どこの職場にも嫌味なやつというのはいるもので、俺の勤め先もまた例外ではない。その日も、俺が文献を漁っていると、背後から嫌な気配を感じた。おい、田淵、お前まだ文献漁ってるわけ？ただでさえ容量悪いんだから、そんな小さなこといちいち気にしていたら、時間がかかってしょうがねえよ。顔を上げて振り返ると、そこにいたのは同僚の医師、有馬直樹だった。
俺と同じ年の直樹は病院長である有馬先生の息子で、名門医大卒のいわゆるエリート医師だ。おまけに代々続く医師家系の血を引いていることをひけらかし、普通の私立医大卒の俺をことあるごとに見下すような態度をとっていた。俺はあまり気にしないようにしていたのだが、直樹はそんな俺の態度が逆に気に食わないようで、俺に対する風当たりは年々強くなる一方だった。その日も、まあ、何の期待もされていないお前には、俺のプレッシャーなんてわからないだろうけどな。と、捨て台詞を吐いて去っていく直樹を見ながら、なんだかなと思っていた。じゃあ、お前は俺の悩みとか全部わかんのかよ。なんて言ってやれたら、どんなにか楽なんだろうけれど、余計なことを言ってことを荒げても、また面倒くさい。とにかく、俺は、今自分にできることをやるだけ。半人前の俺には、ただそれだけで精一杯だった。母が、俺の勤める大学病院に清掃員としてやってきたのは、それから少ししてからのことだった。やあ、あんたの働いているところが見たくなっちゃってさ。母は冗談っぽく笑った。まあ、それは本当に冗談で、清掃員派遣会社で働いていた母の派遣先がたまたまこの大学病院になったということだった。その日から職種こそ違うが、母と俺は同じ職場で働くことになった。身内が同じ職場にいるというのは緊張するもので、いつどこで見られているかわからない。その証拠に母が大学病院に派遣されてきて1ヶ月も経った頃には、俺は他の清掃員のおばちゃんたちから、先生、田淵さんの息子さんなんでしょ？頑張ってね。と声をかけられるようになっていた。一体母がどんな風に俺のことを紹介しているのか気になっていたが、それは母と仲がいいという一人のおばちゃんがこっそり俺に教えてくれた。田淵さんね、先生のこと自慢の息子って言ってたわよ。ほら、先生患者さんだけじゃなくて、私たちみたいなおばちゃんたちの声にもちゃんと耳を傾けてくれるじゃない。現場の声をきちんと聞けるいい医者になってて安心したって田淵さん褒めてたわよ。直樹もそうなのだが、俺は先輩医師から、そんな一人一人ちゃんと話を聞いてたら疲れるだけだぞ。もうちょっと要領よくやれよ。と注意されることが多い。そんな中、母が俺のことをそんな風に思ってくれていたことを知って、なんだか心が温かくなった。そして、もっと母が認めてくれるような医師を目指して頑張ろう。そう思った。そんなある日、事件が起こった。朝慌てていた俺は、自宅に昼の弁当を忘れて出勤してしまった。その後、俺の忘れた弁当を持って、母が医局まで訪ねてきてくれたのだ。まったくそそっかしいんだから、それで医師が務まるの？はは、面目ない。でも、ありがとう。母と俺にとって、それは何の変哲もない親子の会話だった。しかし、その清掃員姿の母との会話を、直樹がたまたま目撃していた。日頃から俺のことを見下して楽しんでいた直樹は、絶好のチャンスだと思ったのだろう。いきなり俺と母の間に割り込んできて、まるで値踏みするような視線で母を見つめた。誰？この貧相なおばさん。それだけでも十分失礼なのに、なお直樹は引き下がらなかった。いつも息子がお世話になっています。と、母が頭を下げた瞬間、直樹はわざと俺の肩にぶつかる。その衝撃で、俺は弁当を落としてしまい、床に弁当の中身がぶちまけられてしまった。その様子を見た直樹は、ニヤニヤしながら、どうせ中身も貧相な弁当なんだろう？あ、清掃員さん、ついでにこの床も掃除しておいてね。と吐き捨てた。怒りのあまり、思わず直樹に掴みかかろうとした俺だったが、それは母に止められてしまった。親子揃って邪魔なんだよ。そう言って去っていく直樹の後ろ姿を見つめる俺は、心がなんだかもやもやしているのを感じていた。しかし、この時の俺は、後日自分たちがさらに大きな事件に巻き込まれることになるなんて、想像すらしていなかった。
直樹に弁当をぶちまけられた数日後、たまたま帰りが一緒になった母と俺は、こんなことはめったにないと、どこかで食事でもして帰ろうと相談しながら歩いていた。そして人気のない路地に差し掛かった時、俺たちの目に飛び込んできたのは、その場に倒れている女性と、その場に呆然と立ち尽くす直樹の姿だった。俺はただごとじゃない。そう直感した母と俺は、慌てて二人のもとへ駆け寄った。その日、非番だった直樹は、整った格好をしていて、女性は身につけているものから、裕福な家庭のお嬢様っぽかった。直樹の手はガタガタと震え、どう考えても使い物にならない。そんな様子を見て、母は俺に救急車の要請を指示し、ちょっと私に任せて、あんたはどいてな。と、直樹を押しのけ、彼女のもとへ駆け寄った。母の行動に、あっけに取られる直樹。どうやら女性は意識を失っているらしかった。女性の様子を観察しつつ、直樹にこうなった原因や心当たりを当たる母。その的確な処置と対応は、騒ぎを聞きつけて集まってきた人たちだけでなく、駆けつけた救急隊員たちをも圧倒した。数十年のブランクはあるものの、母は元医師だった。父の病気が発覚し、退職するまでの母は、大学病院の医師としてバリバリ働いていたのである。実は、俺が医師を目指したのも、幼い頃に見た医師として働く母の姿に憧れを抱いたからだった。かつて憧れた母が今も健在なのを見て、俺は胸が熱くなった。その後、直樹は駆けつけた救急車に付き添いとして乗り込み、母と俺はそのまま病院へと引き返した。病院に運ばれた女性は、その後すぐに意識を取り戻し、命に別状はなかった。女性は直樹の婚約者で、あの時はデートの最中だったらしい。病院の待合室に座っていると、母と俺の前にやってきた直樹が、彼女の容体は安定していると教えてくれた。そして、直樹は俺たちに向かって、勢いよく頭を下げた。この度は本当にありがとうございました。そして、今まで本当に申し訳ありませんでした。今までの嫌がらせに加え、先日の非礼に対して謝罪する直樹。そんな直樹の姿を見て、母が口を開いた。たとえあなたが医師じゃなくても、他人に対してあんなこと絶対に言っちゃいけない。今回のことがなければ、あなたは今後も私たちに謝ることもなかったと思う。医師ってね、患者さんの命を預からなければならない大切な仕事なの。あなたみたいな医師相手に患者さんが安心して命を預けることができるかしら。直樹は思わず口をつぐむ。相変わらずですね、よしこ先生。そこに現れたのは病院長の有馬、つまり直樹の父親だった。実は病院長と母は共に切磋琢磨し合った仲。特に病院長は母が医師を辞めると言った時、最後まで母のことを止めていたらしい。君のまっすぐな姿勢には全く感服するよ。そして病院長は母がどんなに素晴らしい医師であったか、そして自分が今でも母のことを尊敬していると俺に話して聞かせてくれた。病院長のあまりの称賛ぶりに母はなんだか居心地が悪そうな顔をしていた。俺はそんな母のことを誇りに思った。翌年の春、俺は変わらず医師として、母は清掃員として同じ大学病院で働いていた。直樹は、お前はもっと人との接し方を学んだ方がいいという病院長の命令により、病院長の知り合いで無依存で働く医師の助手として地方の病院へ飛ばされた。あの時の婚約者には、無依存だなんて話が違うと振られてしまったようだ。そして俺はというと、現在病棟勤務の看護師と結婚を前提にお付き合いをしている。体力的にも精神的にも厳しい職務の中、
お互いに励まし支え合いながら日々忙しくも充実した毎日を送っている。そろそろ母に彼女を紹介しようと思っていて、母も彼女もその日を楽しみにしてくれているのだ。